皆さんこんにちは。嵐山熊彦のクリスでございます。本日ご紹介する料理ですけれども、タイの粗炊きをご用意させていただきました。はい、骨が最後ありますので、こういうふうに叩き割っていただく。この状態です。この状態で揚げていただいて、皮目は上に向けてください。まずお酒ですね。分量のお酒を入れていきます。大体これ 900ml。ほぼお酒とみりんで炊いていくみたいな感じなので、はい、次に、みりんですね、はい、こちらの150。あと砂糖を、この砂糖を使うのはその料理人さんによってもまちまちです。我々はその料理を作る時の主眼としてお酒のあての料理、そういう味付けのものを作るというふうに、基本的には捉えて作ってるんですけれども、ご家庭であればそうではなくて、お酒の代わりにご飯が主になります。ちょっと物足りないなというふうに感じられる場合がございます。でそういう時にですね、ご家庭で、こういった粗炊きを作られる時には砂糖をやっぱり、分量入れていただく。砂糖なんですけども、ちょっとこのタイのですね、目の周りのところをこう目指してちょっとこう入れておいていただくと、タイのこの目の周りの部分が一番その厚みがありますので、はい、この甘みというんでしょうかね、が浸透しやすいということも含めまして、はい、砂糖を入れない場合はみりんはもう少しお酒の量に対し5分の1程度のみりんを目安にしていただいたら結構です。ではここで火を入れていきます。あと最終的には醤油を入れるんですけれども、この酒とみりんが沸騰しだしてからお醤油を入れると。でここで気をつけていただきたいのは、今日も起こると思うんですけれども、これだけの分量のアルコールを入れてますので、後でこの強火で炊いてますと外の火にアルコールが引火して、フランベっていうんですか、こう火がつく状態が生まれますので、それだけちょっと要注意点です。で火がついたら一度火を切ってください。はい、そういうことを何回か繰り返すと自然とアルコールは抜けてしまいますので、ちょっとだけアクを取ります。大体この辺になってきたら、醤油を足していくんですけども、今ここで醤油入れようとするとプッと引火する恐れがあるので、この時には火をもうかなり弱めていただいて、そして落とし蓋を外していただいて、そこに大体分量の醤油の大体半分ぐらいとりあえず入れていただいて、はい、それでもう一度火を強くしていきます。煮物とはまた違う。そうですね、炊くという技術とその煮るという技術の違いを我々はこの火力の強さというふうによく考えております。で、煮るっていうのはある程度中火の強火、あるいはそれ以下ぐらいで、ある程度時間をかけて加熱していくという方法を我々はこう煮るというふうに捉えていまして、炊くっていうのは比較的短時間に火力を強い状態を保ちながら調理をするというふうな違いですかね。はい、途中ちょっと若干アクが出たりとかしたものをですね、そういうものはちょっとこうすくっていただいた方が、はい、丁寧にですね。はい、で、この辺になってきたらもう一回最後のお醤油をもう一回ちょっとこう足して、はい、この辺っていうのはどういうふうに判断したらいいですか。最初のその煮汁の分量のだいたい3分の1ぐらいが蒸発というか詰まってくるっていうようなところをこう見計らってですね、はい、だからかなりその煮汁がもう見ていただいたらお分かりになると思うんですけど、こう切ると最初多分このタイのアラ全部お酒かぶってたと思うんですね。半分ぐらいになってる、はい、割とそれが短時間でここまでその言うたらその調味したお酒とかみりんが減るというのは、結局はそのアルコール類だけで炊いてるからですね。アルコール類がやっぱり蒸発して短時間にこうやって炊き上がる。ここにお出汁であったりとかお水を入れてしまうとやっぱりもっと時間がかかるんですね、炊くのに。でそうなってくるとやっぱりその
この鯛の身の中に味がどんどん醤油の色みたいなものがどんどん入ってきますので、炊くというよりも煮るというような、形になってしまいます。でこういう状態にほぼもう10分の1にも満たないぐらいに最初の煮汁が詰まった状態になってます。先ほどのごぼうを取り出します。こうやって見ていただいた通り、あとはね、この作業だけでもこれだったら4人分とかね、簡単に取り分けることができます。で、アラの部分も柔らかくなってますので、丁寧に鯛のアラを真ん中にこう盛り付けやすく状態として、でこのヒレの部分なんかは見た目がねいいので、できるだけ上に盛るようにしていただいて、この先にこういうふうな台になるところですね、台になるところを置いていただいて、盛り付ける時に何か意識されるポイントとかっていうのはあるんですか？その器のその形状にもよるんですけれども、こういう深い鉢でしたらその底辺の大体その見込みっていうのがあるんですね、この面積ですね。その見込みの面積をはみ出ないような盛り込み方っていうんですか。見込みっていうのは平らな部分ってことですか？そう平らな部分を、だからそれがこうはみ出そうになった時にはちょっとこういうふうに立体的な盛り込みの仕方をしていくということですね。そして、先ほどの炊いたごぼうですね。これふきですね、地漬けしたものですね。ふきを地漬けしたもの、これをですねちょっともうこの青みとして用意しておりますので、ここでほぼ8割程度完成なんですけれども、この煮汁最終的にもう一回ちょっと味を見ます。十分まだこの保温が効いてる間にですね、もう一回火をつけて味を見ます。この時にちょっと甘みが足りひんなと思ったらみりん、もう砂糖入れる必要ないです。みりんで最後足していただいて、この辺素早くやらないと醤油が煮詰まってしまいますんでね、いい味です。非常にバランスの取れた、ちょっと濃いめのあたりにはなってますけれども、で、できるだけちょっとこのほんのそんなたっぷりね煮汁を入れる必要はなくって、ちょっとあと身の味に追い足すぐらいの感じで十分で。木の芽ですね、日本料理は必ずその季節の香りというのをすごく大事にするので、冬場であれば柚子を使いますし、この新緑の季節にはこの木の芽ですね、もってこいです。で、贅沢だと思われるかもしれませんけど、たっぷりで20枚ぐらいあると思いますけども、これをねたっぷり使って、そして、このままでも香りは出ますけれども、よりそのお客さんの目の前に出した時にふっと香りが出るようにですね、あえてこの木の芽の植物の表面にあるその細胞を潰してあげて、こう揉んでいって揉んであげて、で最後にこうやって叩いていただくと木の芽の香りがふっと広がります。これを最終的にこういうふうに盛り込んで、で、こちらで仕上げると出来上がりということですね。ではそうですね、2つに盛り付けていただきましたけど、だいぶ見た目も違いますね。そうですね、一つの方はこの深鉢になっておりますし、一つの方はもう平鉢ですね。やっぱりなんか見た目からしてもバランスから言ってもこちらの方が、そうですね、見た目もやっぱりそっちの方がいいと思いますし、そのお料理はね温かい料理を実際入れてるわけですので、まず保温性がないといけないと
いうことで、深い箸の方がお料理も温かく保温ができるということになりますね。それとその最終的に煮汁がちょっと下に溜まってるかと思うんですけども、この平たいお皿の方はですねちょっともうベラーンとこうどうしても伸びてしまっているので、鯛のアラを後でその煮汁につけたりとかするっていうのもちょっと食べた後のですねこう見た目も汚らしくなるというか、そういったことも含めまして、あまりこの平たいお皿にこういった料理を盛り込むというのはあまりよろしくないのではないかなというふうに思います。ではいただきます。どうぞお召し上がりください。もうお好きな部分をもう取っていただいたら結構ですし、もう持っているところも崩していただいて、食べやすいように取りやすいように。目玉のところですね。ちょっとごぼうがね非常にその、食感もよろしいんですけども、鯛のうまみを吸い込んで、ごぼうも美味しくなっておりますし、春の香りとして木の芽と、そしてその茎も春の味になっております。もう簡単にホロホロ取れます。また特にこのアラの周りですね、やっぱり魚がよく動かすところ、目ももちろんそうなんですけれども、胸びれのあたりとか唇、そういったところは非常にそのうまみコラーゲンの多い場所にもなりますので、歯ごたえがもっと柔らかいのかと思ったら結構身がそうですね、鮮度もいい、もちろん魚でもありますし、先ほども申し上げましたけれども、そのアラの部分のところっていうのは非常によく使う、なんて筋肉質の部分でもありますので、歯ごたえが全然変わってまいりますね。とても味がよく染み込んでて美味しいです。ごぼうもいただきます。ごぼうも召し上がって。よく腹炊きって僕も食べたことありますけども、もっとなんというかな、味が甘ったるいというか甘じょっぱいのが多いですよね。これなんかすごく甘さがいい感じに入ってて、しょっぱくもないし、もう本当にちょうどいいお味だと思います、ありがとうございます。どうしても割烹店はそのお酒を主にして料理を作っておりますので、その辺のなんていうんですかね、ペアリングっていうんですかね、そういったものも意識して調理の方はさせていただいております。今日木の芽の香りも爽やかで非常にいい感じでいただきました。どうもありがとうございます。当店嵐山熊彦ですけれども、丹熊北店の姉妹店でございます。渡月橋の湖畔で、50年近くお商売をさせていただいておりますので、皆様方お近くに来られましたらよろしくお願いを申し上げます。私ども、日本料理アカデミーでございますけれども、2007年度より始めてまいりました日本料理コンペティションですね、実は今回、日本料理大賞という形で、新たに開催をさせていただきたく思っております。で、この日本料理大賞の方なんですけれども、特にですね若手の料理人さんにご参加をいただきたく考えております。この新型コロナウイルスによってですね、全ての産業が疲弊しております。我々の日本料理の業界もしかりでございます。このような中でですね、少しでも我々のこの日本の食文化というものを守っていかなければいけないというそういう一つの一役に立てればというふうに考えまして、今回の日本料理大賞を企画させていただきました。年齢制限は特にございません。調理師免許を所属していただいて5年以上仕事をしていただいている方を対象に考えております。この日本料理大賞というのは参加される料理人の技術であったりとか知識であったりというものをですね競い合う大会ではなく、逆に皆のその参加された方を称え合うというそういう大会にしていきたいと思いますので、皆様方ぜひともご参加のほどよろしくお願い申し上げます。詳細の方なんですけれども、日本料理アカデミーのですねホームページ、そちらの方にですね日本料理大賞のウェブページを特設しておりますので、そちらの方をご覧いただければお分かりいただけるということになっております。